はい、皆さんこんにちは。今日からまた新たなシリーズをやりたいと思います。なぜこんなシリーズをやりたいかというと、実は2つの理由がございます。1つ目、自分のためです。皆さんがご覧いただいているのに申し訳ないって感じですか？やはり人間はインプットも大事なのですが、アウトプットもすごく大事ですので、自分が読んだ本の内容をより一層深く理解できるよう、本の内容を説明し、皆さんにご紹介したいです。2つ目、私が読む本はだいたいファンタジーなどではなく現実的な本ですので、もしかしたら皆様のためにもなるかもしれないですね。次の順番で本についてお話しします。1、内容説明。2、読みやすさ。3、値段。4、感想とまとめ。それでは第1回早速参りましょう。今日ご紹介したい本はこちらです。今更聞けないお金の超基本です。まずは内容の説明ですね。内容は本当にタイトル通りお金に関するその基本的な知識です。普段あんまり考えない、考えたくもない、生きる上でかなり大切な仕組みなどについての情報が満載です。お金をうまく利用するためのコツもちょこちょこ入っています。例えば給与明細の項目の説明、貯蓄するための商品や口座の説明、様々な保険の説明、年金、税金、様々なローンや投資についての説明ですね。次は読みやすさについてお話ししたいと思います。単刀直入に言うと非常に分かりやすい、読みやすい本だと思います。以上です。ではなくて、まずは内容の分け方です。小説が7つありまして、だいたい1つのトピックに2ページあります。また右の方に2ページは何について話してるかということがはっきりと書いています。例えば第4章貯める、一番左に黒い文字が今のトピックです。なので今のトピックはその銀行を上手に活用するトピックなんですね。その文字の横にはトピックのサブトピックみたいな感じで非常に分かりやすく書かれていると思います。で、次のページにはやっぱりそのメイントピックがまた銀行を上手に活用するなんですけれども、そのサブトピックがまた違ってきますので、もう本当にすごく分かりやすいと思います。またこのような表がたくさんあって、本当に理解しやすいのと比べやすいんですよ。そして大事なポイントは太字になっているので、これは覚えた方がいいと教えてくれることは非常に嬉しいです。私は実は英語でも読解力がかなり低い方ですので、このようにしっかり説明してくれるのは本当にありがたいです。それでは3番、お値段ですね。こちらの本は去年発売されて、去年買ったのでおそらくマックスのお値段で購入したと思います。税抜きで1200円でした。去年発売されたので、さっき Amazon 確認したら中古の本はすでに載せており、830円ぐらいから買えるみたいです。図書館にも置いてあると思うので、そちらのルートを選んだらもちろん無料で読むことができます。借りるのももちろんいいと思いますが、やはりこちらの本は何回も繰り返し読める本ですので、借りるよりは買った方がいいかなと思います。最後にはまとめと感想ですね。内容が本当に分かりやすかったことにすごく感動しました。さっき Amazon で値段を確認していた時にビジュアル版だと書いてあることを初めて見ました。ここにビジュアル版と書いてあるんですよ。で、ビジュアル版と書いてあるんですけれども、本当にグラフィック表とグラフが豊富なのはすごくいいなと思います。また地味で無表情のキャラクターがたくさん出てくるんですよ。無表情のキャラクターですね。もうたくさん出てくるというか、無表情のキャラクターしかいないんですけど、それもそれで素敵だと思います。タイトルに書いてあるように超基本の本ですので、どのテーマもそんなに深掘りはしないのですが、総合的のお金に関する知識が身につくんじゃないかなと思います。また自分でやってみようみたいな表もたくさんあるので、例えばこちらみたいに簡単に計算できる表がたくさんあるので、こちらのツールを使用し、自分のお金、貯蓄などの状況を把握する機会になるかと思います。ということで、こちらの本はスーパーおすすめです。日本人の方ももちろんそうなのですが、これから日本に長く住むことを検討されている外国の方にも
大変おすすめします。はい、以上で第1回のおすすめのおすすめとなりました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。英語でも読むスピードは非常に遅いので、次回はいつになるか全く分かりません。皆さんは普段どんな本を読んでいるか、好きな本をコメント欄に書いていただければ嬉しいです。またこのようなコンテンツを気に入っていれば、ぜひ LIKE ボタン、登録ボタンを押していただければ大変助かります。それではいつものように今日も素晴らしい一日になりますように。You're such a cutie.